んにちは、デザインドリップです。今回はトレンドのすりガラス風バナーの作り方を紹介したいと思います。はい、それでは始めていきます。まずあらかじめ画像を用意しておいて、色などを調整してスマートオブジェクトにして配置しておきます。で、長方形ツールを持って600×600 の四角形正方形を描きます。で、色は真っ白 FFF にしておきます。で、背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、こちらと、先ほど作った四角形を一緒に選択して上下中央に揃えておきます。で、それから、こちらの四角形は一旦非表示にしておきます。で、先に配置しておいた画像レイヤーをコマンド J で複製します。で、フィルターメニューからぼかしのガウスを選択して、今回は15ピクセルの半径で OK をします。そして先ほど作っておいた四角形を選択してコマンドを押してサムネイルをクリックして選択範囲を作ります。で、先ほど作ったぼかしのかかったレイヤーを選択してレイヤーメニューからレイヤーマスク選択範囲外をマスクをクリックします。そうするとぼかしがかかった部分が、真ん中のみ表示されるようになりました。で、そうして、先に作った四角形をまた表示させてこちらの塗りを 70% にします。そうするとこのようにちょっとすりガラスっぽい雰囲気になりました。はい、次はテキストを上に乗っけていきたいと思います。フォントは IB プレストディスプレイ。こちら Adobe フォントにあるものです。で、こちらで、レディーフォーサマーというテキストを打つんですが、レディーとサマーだけ打ちます。レディーとで、フォントサイズは100で、100ピクセルで、トラッキングは100。あとは適宜、気になったところをカーニングなどしていけばいいかなと思います。はい。で、あとは4というのを打つんですが、4は小文字で打って、今度はフォントとサイズを変えます。色は真っ白 FFF にしておいて、こちらのハイサミットというフォントでサイズは80ピクセルでトラッキングは0です。で、上下の余白なんかはお好みの位置に、整えておいて、で、文字が打てたらテキストレイヤーこの3つを選択して、まずこのフォント同士を中央に揃えておいてグループ化して先に作った四角形と同時に選択をしてこの中で上下中央に揃えておきます。はい、こちらで完成です。手順はとっても簡単なんですが、見た感じちょっと凝った感じに見えて、おしゃれな感じになるのでとってもおすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。